私もかけた。すごいね。おお。なんか面白そう。ドローン。やばい。やばい。面白い。完全に飛んでる。空飛んでる。飛んでる。いやもうこれいや普通のドローンと全然違うやっぱり。あ、そうなんだ。ゴーグル初めてつけたけど、うん。すごいねこれね。没入感がすごそう。もうほんと。もうだって下向いたらさ海の上飛んでんだもん。怖い。ちょっと怖いそれ。高所恐怖症の日には無理。絶対無理。というわけで今回はですねインスタ360のサブブランドであるアンチグラビティから新しくね発売されるこの A1 ドローン、こいつをねちょっと先行で今回使わせていただいたので、そのファーストインプレッションをお届けしていきたいなというふうに思います。従来のドローンとは違って360度のカメラを搭載したドローンとなっているので、これまでのカメラがついているタイプのドローンとは全くやっぱね違った飛行体験を楽しむことができて、例えるなら従来のドローンがカメラを飛ばしているっていう感覚なのに対してこの A1 は自分が飛んでいるって言ったようなやっぱりね感覚を味わうことができるんですよ。どうですか。今空飛んでる。空飛んでる。空飛んでるってパパが。すごいなこれ。これまでのドローンはやっぱ機体とカメラを別々に操作しなきゃいけないので、結構操作が難しい上に、こんなねコントローラーについているスマホほどのね画面を見ながら操作するので、どっちかっていうとゲームを遊んでいる感覚に近かったんですけど、この A1 は本当ねこのゴーグルをかけると自分がドローンの視点で360度周りを見渡しながら飛ばすことができるので、まさにね自分が飛んでいるような感覚の本当圧倒的なね没入感を得ることができます。うわー、今日は天気がいいね。海が青い。めっちゃ贅沢な観光してる。おお、すごい。自分がだからあっち向いて、よしじゃあこっちに飛んでいこうか。ほんとねこれだけでね飛んでっからすごいよ。飛行中はね360度全ての方向の映像を最大 8K の 30fps で記録することができるので、パイロットは飛ばすことだけに集中して、後からね好きな方向の映像を切り出すことができるのがもうほんとねものすごく新鮮だし、いろんなバリエーションの映像を1回飛行するだけでほんとね撮り逃しなく撮れちゃうっていうのもすごく良かったです。ではですね、こちらがA1 ドローンの、パッケージになるんですけども、この中身を見ていくと、よいしょ、こんな感じでですね、まずこれが A1 ドローン本体ですね。こんな感じの、よいしょ、はい、こんな感じでめちゃくちゃコンパクトなんですよ。これがバッテリー込みで約 249g と非常にね小型かつめちゃくちゃ軽量となってます。そしてこれがコントローラーと、あとはこっちがゴーグルになります。この3点セットで飛ばす感じですね。ちょっとこれはね後で細かく紹介するんですが、他にはというとこんな感じの最大ね3つ同時にチャージできるバッテリーチャージャーがついていたり、これがゴーグルのバッテリーになります。これをこんな感じで首に引っ掛けて、このケーブルを使ってこのゴーグルとこのバッテリーを
接続して、使うことになるんですけれども、バッテリーがねこのゴーグル内には内蔵されていない分こいつ自体はすごく非常に軽くなっているので、長時間つけてても全然なんかこう苦にならないというか、これは非常に良かったなっていう感じでしたね。飛ばすのがめちゃくちゃ簡単なんだけど。あ、そうなんだ。これでね、飛ばしたい方向をこうやって向けるだけでいいの。でこのコントローラーを手に持ってこう、向けた方向に画面上にねポインターが現れるんですけど、その状態でこのトリガーを引くことで、ドローンがそっちの方向に飛んでいくっていう仕組みで操作することができます。本当ね、行きたい方にこう指差しするだけで、そっちの方に飛んでいく感じなので、これだったら本当ね、誰にでもすごく簡単かつ直感的に操作できると思います。で今回僕もこれ初めて飛ばしたんですけど、本当ね、最初から迷うことなく簡単に飛ばすことができましたし、なんだったら普通のコントローラーで飛ばす時にはちょっとこれは冒険しすぎてるかな、やめとこうって思うようなシチュエーションでもこれだったらね本当簡単に飛ばすことができました。そしてね帰還時にはこのね赤いボタン、これがねブレーキボタンになってるんですけど、これを長押しするとリターントゥーホームが発動して自動的に離陸した場所にちゃんとね帰ってきてくれます。で今回はさっきのね専用マットを使ったからか本当にね寸分たがわずぴったりと元の場所に戻ってきてくれて、いやこれはすごかったですね。そしてねこのゴーグルがですね、僕今回初めてこのゴーグルを使うタイプのドローン飛ばしたんですけど、もうほんとドローンに乗ってるような感覚でめちゃくちゃ面白いんですよ。こう周囲が見渡されるからさ、なんかこう危なくないかなとかってこうパッと見えるから。そっかそっか。そういやこれはねすごい面白いよ。本当誰にでも飛ばせると思う。従来のねドローンで、周囲を確認したいなというふうに思ったらドローンについているカメラを操作して、周りを見たりとか、あとはもうこのドローン自体をこうやって旋回させて、周りに何もないかなみたいな感じで、確認しなきゃいけなかったんですけど、そうするともし録画中にね映像を撮ってる最中にそれをやらなきゃいけないと思ったらそれが全てやっぱり映像として記録されちゃうんですよ。なのでこうちょっと進んでは辺りを見回して、またちょっと飛ばしてはまた確認してみたいな、そんなことをやってたんですけど、この A1 だったらまっすぐこうずっと飛ばしながらこう辺りを見回すだけでもう本当にね景色を楽しみつつしっかり安全に確認をしながら飛ばすことができます。ただですね上空150メートルを飛ばしている今度最中に下を見るとこれね高所恐怖症の人じゃなくても結構ビビると思います。すごい。で子供の頃ねドラゴンボール見てて武空術使えたらいいなって思ってた夢がねまさかなんかこの年になって叶うとはちょっと思わなかったですね。またこのねゴーグル面白いのが外側にあるサブディスプレイに自分が見ているものを映し出すこともできるんですよ。なので周りにいる人にも今ねどんなこう景色を見ているのかっていうのを共有することができるんですよ。どう見えてる？おー見える。あれがほら海中公園ですよ。後で行ってみる？これか。行ってみよう。海綺麗だな。めちゃくちゃ水が青いねこの辺。ねえ、こんなに青いんだね。すごい綺麗。なんか飛ばしてて見てあれすごいみたいな感じでこうなんかね周りの人とコミュニケーション取りながらその感動っていうのを一緒に味わえるっていうのも非常にねちょっと面白かったですね。またねこのゴーグルここにねしっかりカメラもついているので、いちいちこうゴーグルを外してこう手元をなんかこう確認するっていうことをしなくてもここの横にあるボタンをこうダブルタップしてカチカチっと押すだけでちゃんとねこのカメラの映像が見えるのでいちいちこうゴーグルを外さなくてもコントローラーどこだっけとかっていうようななんかこう手探り状態にならずしっかりと手元が見えるっていうのも非常に良かったです。そして撮影を終えたら専用のアンチグラビティスタジオっていう、ソフトを使って、360度好きな方向の映像を書き出すことができます。
スマートフォンの専用ソフトを使って書き出すこともできたり、あとは Adobe のねプレミア専用のプラグインもあったりするんですけど、やっぱりねこの専用ソフトが、一番僕は使いやすかったですね。360度カメラを、長年開発してきた、インスタ360のノウハウっていうのもしっかりと受け継がれているので、アンチグラビティっていうブランドは、新しいブランドではあるんですけれども、しっかりとそのあたりのノウハウっていうのも継承して、このソフトウェアも作り込まれていて非常に使いやすかったです。でこんな感じで本当ね数百メートルちょっとまっすぐに飛ばしただけの映像でもプリセットでこう前だったり、横だったり、後ろだったり、本当ね一度のフライトをいろんなバリエーションで書き出すっていうのも本当ねすごく簡単にできちゃいます。またこういった16対9の映像だけじゃなくて、いくつかのパターンで例えばスマホに最適な9対16とかなんかでも書き出すことができたりします。でこれはね編集してて本当改めて思ったんですけど、従来のねドローンでありがちだったこっちのアングルでも撮っておけばよかったなんていう失敗もないですし、ドローンと360のカメラって本当相性がいいんだなっていうふうに思いましたね。ただですね1点このアンチグラビティ A1 を飛ばすのに注意点があるんですけれども、このドローンは、こういったねゴーグルを使用して飛ばすことになるので、基本的には目視外飛行になるんですよ。日本の航空法では、これは特定飛行にあたってどこでね飛ばすかにかかわらず所管の航空局にちゃんとね許可を得る必要があります。ただし許可自体は今はねネット上から申請すれば、ある程度ドローンの飛行経験がある人であれば割と簡単に、申請は通りますんで、くれぐれも無許可で飛ばしたりとか、そういったやんちゃなことはせずにしっかりとねルールを守って安全に飛ばしてね、楽しむようにしてほしいなというふうに思います。はい、というわけで、今回はですねこのアンチグラビティ A1 を初めて飛ばした、ファーストインプレッションをお届けしたんですが、この A1 はですね、本当に誰でも簡単に飛ばせて、もう素晴らしい景色を楽しみながら、撮影も失敗なくしっかりと行えるので、本当ねドローンの次の未来が見えたなっていう感じでしたね。で僕もよく聞くんですけど、そのドローンはすごくチャレンジしたいなと思ってるんだけど、やっぱちょっと難しそうだしなんか怖いなって思ってる人には、僕もこれまでは大丈夫だよ、しっかり練習すればうまく飛ばせるようになるよっていう風に、アドバイスしてたんですけれども、この A1 であればもうちょっと本当繰り返しになっちゃうんですけど、めちゃくちゃ簡単に飛ばせるので、ドローン未経験の人には本当ねこれが一番自信を持っておすすめできるかなという風に思います。旅先に持っていけば間違いなくね素晴らしい映像を残せると思いますし、趣味で飛ばすだけでも、その飛行体験自体が本当めちゃくちゃ面白いので、ぜひね気になるという人はですね概要欄のリンクの方からチェックしてみてほしいなというふうに思います。また近いうちにもっとねこの A1 の細かいレビューをお届けしたいなというふうに思ってて、その時には従来のドローンとの違いであったり、向き不向きみたいなところもね含めて詳細に紹介する動画を作りたいなというふうに思っているので、ぜひねそちらの方もご覧いただければなというふうに思います。はい、というわけでね本日の動画は以上となります。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。